こんにちは。今回は細編みの円編みを紹介します。輪の作り目から10段まで編んだ細編みの円編みです。今回は5段目まで紹介します。6段目から10段目は次に紹介します。編み方を編み図で説明します。これが全体の編み図です。1段目から5段目までは円で編み図を描きましたが、6段目から10段目まではこのような形で編み図を描きました。最初は輪の作り目から編み始めます。1段目は細編みを斜め編みます。輪の作り目を作り、立ち上がりの鎖編み1目を編んで、輪の中に細編みを斜め編み入れます。輪の作り目を作ります。糸端を少し残して、指に2回緩やかに巻いて、3本の糸が交差したところを持って糸を外します。こちらが糸玉につながる糸です。指に糸をかけて3本の糸が交差しているところを中指と親指で持ちます。ここから輪の中に針を入れて糸をかけて引き出します。糸をかけて鎖の目を一目作ります。これで輪の作り目ができました。ここまでが輪の作り目です。ここから1段目を編み始めます。この輪の中に1段目を編みます。1段目は細編みですから、立ち上がりの鎖編み1目を編んで、輪の中に細編みを編みます。1段目の細編みは最後に糸を引いて絞りますので、少し大きめな細編みを編んでください。輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて、細編みを編みました。この細編みにマーカーをつけておきます。最初の細編みは1段目の最後に引き抜く目になりますから、ここにマーカーをつけておきます。これで細編みが1目できました。あと6回細編みを編みます。緩やかな細編みを編んでください。1、2、3、4、5、6、6目の細編みができました。ここから1、2、3、4、5、6。そして最初の1目がありますから、全部で細編み7目ができました。この輪を絞ります。輪を絞るときは、糸端も含めてこちらの3本の糸をしっかり持ってから、編み目を編み始めの方に寄せます。次に、糸を絞りますが、糸端を少し引くと、この2本の糸のどちらかが動きますので、それをよく見て、この糸がこちらの向きに動きました。動いた糸を動いた方向に糸を引きます。これで輪が小さくなりました。次に糸端をゆっくり引きます。輪が小さくなって輪の作り目ができました。次は引き抜き編みです。最後の目を最初の細編みの頭に引き抜きます。この最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。細編みの頭2本を拾って
針を入れ、糸をかけて引き抜きます。この時少し糸を絞ります。引き抜いてからもう一度糸端を絞ります。これでしっかりと輪が縮まりました。ここから2段目を編みます。2段目の編み方を編み図で説明します。1段目を最初の細編みに引き抜きました。次の2段目は1目に2目編み入れる増し目をします。1段目の細編みすべてに2目の増し目をします。この V に×の入った印が編み目記号の2目編み入れる記号です。1段目の細編みすべてに2目ずつ細編みを編み入れて、最後は最初の細編みに引き抜き編みをします。7目から14目に2段目が増えます。次は2段目です。2段目は1目に2目の増し目をしていきます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、今引き抜いたこの目です。この目に細編みを2回編みます。同じところに細編み2目を編み入れます。これで2目の細編みができました。ここも最初の細編みのところにマーカーで印をつけておきます。次の細編みも増し目です。次の細編みのところにも細編み2目を編み入れます。2段目はこの編み方を続けます。1段目の細編みの頭2本を拾って、細編み2目を編み入れていきます。1目に2目の細編みを編み入れます。ここが最後のところです。マーカーをつけたところが最初の細編みで、その下が立ち上がりの鎖編みです。そしてこの目は引き抜き編みをしたときに最初の細編みにかぶさっている目ですから、この目とこの目は同じ一目になりますから、ここには編まないで、次は引き抜きます。そして慣れるまでは目数を数えながら編んでください。最初の一目から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14目あります。1段目の斜めの倍の14目になっていますから、目数は合っています。ここで最初の細編みのところに引き抜き編みをします。最初の細編みの頭に針を入れて、糸をかけて引き抜きますが、この時、少し糸を強めに引きながら、糸を引き抜いてください。そしてもう一度糸を絞ります。ここで糸を絞っておくと、このつなぎ目が目立たなくなりますので、少し糸を引き気味にして、最後の段の終わりの引き抜き編みをします。次は3段目です。3段目の編み方を編み図で説明します。2段目の最後で引き抜き編みをしました。次の3段目も立ち上がりの鎖編み1目を編んで、最初の細編みに細編みを編みます。3段目は1目おきに増し目をしていきます。最初は1目細編みを編み、次の細編みのところに
細編み2目を編み入れる増し目をします。次は1目に1目の細編み。次は1目に2目編み入れる編み方を3段目はします。2段目で14目だった目に1目おきに増し目をしますので、3段目の最後は21目になります。次は3段目です。3段目も立ち上がりの鎖編み1目を編んで、すぐ根元の引き抜き編みをしたところに細編みを1目編みます。ここもマーカーをつけておきます。次の細編みに増し目をします。細編み1目のところに細編み2目を編み入れます。次の細編みには細編み1目。次の細編みには細編み2目を編み入れます。細編み1目。次は細編み2目を編み入れる編み方が3段目の編み方です。次は細編み1目。次は2目編み入れます。細編み1。次は細編み2です。これを繰り返して編みます。1目。次は2目編み入れます。1目。2目編みます。次も1目編んで、次の目に2目編み入れます。3段目ができました。3段目がきちんと編めているかどうか確認しておくといいと思います。1目、2目、1目、2目と編み入れてあるかを確認して、心配なようでしたらまたここから目を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21目あります。3段目は21目になりますから、これできちんと編めています。次は引き抜き編みです。引き抜き編みは最初の細編みの頭に針を入れて糸を絞り、ここに引き抜きます。これで3段目ができました。次の4段目を編み図で説明します。次の4段目は2目おきに増し目です。1目ずつ2回編んで3個目の時に増し目です。2目おきに増し目をします。4段目は2目おきに増し目をして3段目の21目から28目に増えます。次は4段目です。4段目も立ち上がりの鎖編み1目を編んで、すぐ根元に細編みを1目編みます。ここもマーカーをつけておきます。4段目は2目おきに増し目ですから、今1目編みましたから、もう1回1目に1目を編みます。そして次の時に2目の増し目をします。1目1目2目編み入れる。この編み方が4段目の編み方です。次も1目に1目を2回編んで、2目おきの3個目に2目編み入れます。次も1目に1目を2回編み、3個目の時に増し目をします。2目編み入れます。これを繰り返します。1目、
1目を2回。次は2目増し目をします。1目置きではなく、2目置きになりました。3段目は1目置きですが、4段目は2目置きに増し目をします。ここで増し目をします。次は1目に1目を2回編み、3回目で増し目です。同じところに2目編み入れます。そして次も1目ずつを2回編んで、3回目の時に2目編み入れます。これで28目になっているはずですから、気になる人は数えてください。最後が2目の増し目をしましたから、この最後に増し目がしてあれば大丈夫です。そしてここも引き抜き編みをします。最初のマーカーを外して、最初の目に針を入れて糸を引き締めてから引き抜き編みをします。これでこのつなぎ目が目立たなくなりますので、最後に糸を引き締めるのを忘れないでください。次の5段目を説明します。次は5段目です。4段目で引き抜いたところから立ち上がりの鎖編み1目を編んで細編みを編みます。3段目以降は立ち上がりの鎖編みを編んだすぐのところは細編みが1目です。細編み1目を編んで、次で増し目をします。ここで増し目をするのは、同じようなところで増し目をしてますと、丸ではなく角ができてきますので、その角を作らないために、5段目以降は増し目をする位置をずらしながらいきます。最初に細編み1目を編んだらすぐに2目の増し目をして、5段目は3目おきに増し目をします。3目を1目ずつ編んで、4個目で増し目です。これを繰り返して最後は引き抜き編みです。5段目は3目おきに増し目をして28目が35目になります。次は5段目です。5段目も立ち上がりの鎖編み1目を編んで、すぐ根元に細編みを1目編みます。ここもマーカーをつけておきます。次は増し目をします。5段目は今まで増し目をしたところから少しずらしたところに増し目をします。ここで増し目をします。次の細編みに細編み2目を編み入れます。そして5段目は3目おきに増し目ですから、2目編み入れたところから3回細編み1目に1目の細編みを編みます。3目を1目ずつ編んで、次の4個目の時に増し目をします。2目編み入れます。次も3回1目ずつ編みます。そして3目おきの次に細編み2目を編み入れます。これを繰り返します。少し角になっていたのが丸になってきます。次は1目ずつを3回編み、次に2目を編み入れます。次は1目ずつを3回編みます。そしてここで2目編み入れて、3目おきに増し目をしています。
次も1目ずつを3回編みます。そして4個目で増やし目をします。次も1目に1目を3回編み、4個目で増し目をして2目編み入れます。そして次は2回1目ずつ編みます。最初の目が1目だけ編んでいますから、ここは2回1目ずつ編んで、最初の目と合わせて3目を1目ずつ編んでいくことになります。次は引き抜き編みです。最後は最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。この時も糸を少し引いてから引き抜きます。これで5段目までができました。最後に引き抜くときに糸を絞るとここが目立ちませんから、なるべく絞りながら引き抜いてください。今回は5段目までの紹介です。次回は10段目まで説明します。輪の作り目から5段目までの円編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。